電話の向こうの義母は随分と上機嫌な様子で自慢げに語り出した。実は私たち新築のタワマンにお引っ越しをしたのよ。あんたが今までの行いを心から反省して誠心誠意私たちに尽くすのなら置いてあげてもいいわよ。私は淡々と答えた。いえ、お断りします。それでは月収5万の息子さんによろしくお伝えください。失礼します。あ？5万って？義母が何か言っていた気もするが、私は無視して電話を切った。私はリサ、26歳。大学を卒業した後に入社した企業で正社員として経理事務の仕事をしている。1年前に同い年の夫、和也と入籍して都心のマンションで2人で暮らしていた。和也とは3年前に友人の紹介で知り合った。彼は明るく頼りがいのある性格で常に自信に満ち溢れていた。同い年ということもあって共通の話題で盛り上がり、すっかり意気投合した私たちは何度かデートを繰り返し、クリスマスイブに告白されてお付き合いをすることになった。和也は学生の時に父親を交通事故で亡くしていて母子家庭だった。お付き合いを始めてから何度か義実家にお邪魔して義母とも交流を深めていたが、義母は息子のことが大好きでたまらない様子だった。まるで息子を恋人のように扱い、和也もまんざらでもなさそうな感じだったので、私は少し違和感を覚えた。しかし義母は私のことも本当の娘のように可愛がってくれていたので、きっとこのまま結婚しても彼とならうまくやっていけると軽く考えていた。結婚の挨拶に伺った時も、リサさんみたいな素敵なお嬢さんが和也のお嫁さんになってくれるなんて、私とっても嬉しいわ。本当におめでとう。これからもよろしくね。と、義母は涙を流しながら私たちの結婚を祝福してくれた。和也は名の知れた大企業に勤めていて、いわゆるエリートだったので、友人たちからは羨望の眼差しで散々もてはやされた。もちろん彼がエリートだから好きになったわけではないが、彼のことを褒められて悪い気はしなかった。私の両親もとても喜んでくれていて、すべてが順風満帆で、自分は世界一の幸せ者だと思っていた。そしてこの幸せな生活がずっと続いていくものだと信じて疑わなかった。しかし入籍して半年ほど経った頃、帰宅した和也はとんでもないことを言い出した。俺、会社辞めてきた。私は驚いて手に持っていたグラスを落としそうになってしまった。職場の人間関係など仕事のことで思い悩んでいる素振りは全くなかったので、私にとってまさに晴天の霹靂だった。突然どうして？私が尋ねると、和也は饒舌に語り出した。最近同期が出世して俺の上司になったって言っただろ。あいつなぜか俺のことを目の敵にしていびってくるんだ。あれはパワハラだよ。
俺もいい加減頭にきたから辞表を叩きつけてやったんだ。そういえば少し前に同期に先を越されたと和也が悔しそうに愚痴をこぼしていたことを思い出した。そうだったんだ。私も正社員で働いてるから少しの間ならなんとかなるだろうけど、これからどうするの？私はこれからの生活が心配になったが、和也はあまり深刻に捉えていない様子であっけらかんと答えた。しばらくはアルバイトでもしながらのんびり過ごそうかな。俺っていい大学出てるし、自分で言うのもなんだけど割と優秀だから次の仕事もすぐ見つかるよ。わかった。私は一抹の不安を感じたが、これ以上問い詰めることはしなかった。それから和也は近所のコンビニで週2日5時間程度アルバイトをするようになった。就職活動をしている様子は見られず、パチンコやゲームセンターなどで時間を潰しているようだった。せめて家事をやってほしいと頼んだが、義母に会社を辞めたことを伝えていないため、自宅にいるとバレると義母に怪しまれてしまうからと聞き入れてはもらえなかった。和也が会社を辞める前は毎月同額ずつ生活用口座に入金し、残りはおのおので管理をしていたが、会社を辞めた後の和也は月5万程度の収入があっても、それは全部自分のお小遣いにしていた。必然的に生活費のすべてを私が稼がなくてはならなくなったのだ。都心のマンションは家賃が高額なので、もっと家賃の安いところに引っ越しをしようと持ちかけたが、生活レベルを落としたら母さんに会社を辞めたことがバレるだろう。と言い、頑として言うことを聞かなかった。私も正社員で仕事をしていたので、すぐに生活が困窮する事態には陥らなかったが、会社に我が家の事情をかいつまんで説明したところ、副業を認めてもらえたので、家賃の支払いや生活費など和也の収入で賄っていた分を少しでも補うため、副業としてウェブデザインの仕事を始めた。普通に会社員として働きながら、家事もすべて私が担当し、睡眠時間を削って副業をこなしていたが、それは想像していた以上に過酷な毎日だった。平日は毎日ヘトヘトになるまで働いて体が悲鳴を上げていたが、休日になっても休む暇はなかった。毎週日曜日になると義母が我が家にやってくるのだ。義母は和也が会社を辞めたことをつゆほども知らず、今でも大企業に勤めるエリートだと思い込んでいた。和也は時間が有り余っていても頑くなに家事を手伝ってくれず、私は本業に加えて副業もこなしていたので、どうしても時間が足りず家事がおざなりになっていた。義母は毎週日曜日に我が家へ訪れては、私に対して怠け者の嫁と罵り罵詈雑言を浴びせていた。ある日曜日、義母は朝早くから我が家に訪れていた。しばらくの間は穏やかな空気が流れていたが、和也が外出をすると義母の表情は一変し、私に説教をしてきた。リサさん、聞いたわよ。昨日の夕飯のおかず、
スーパーのお惣菜だったんですって？もっと栄養のあるものを食べさせてあげないと、和也がかわいそうじゃない。先日は副業の納期が迫っていて、申し訳ないとは思ったが、スーパーのお惣菜で済ませたのであった。和也は夕飯のメニューを見て、不機嫌な様子で舌打ちをしていた。すみません、私も仕事をしていて、昨日は特に忙しかったものですから。私が釈明すると、義母はこちらを小馬鹿にした様子でこう言った。仕事ってたったの週2日短時間のパートをしているだけじゃない。結婚してすぐ勤めていた会社をクビになって、今はパートでコンビニ店員やってるって和也から聞いてるわよ。エリートの和也のおかげで生活が成り立っているのに、家事も適当だから仕方なく和也が掃除や洗濯をしているって言うじゃない。毎日ヘトヘトになるまで仕事して、家に帰ってからも鬼嫁にこき使われるなんて、和也が不憫で泣けてくるわ。どうやら和也は私が普段していることをさも自分がしているかのように義母に伝えているらしい。私は反論しようと思い口を開いたが、義母に遮られ猛然と責め立てられた。それにあんた、相当無駄遣いしているそうじゃない？月5万円しか稼げないくせに、和也が稼いだお金で豪遊してるって和也が嘆いていたわ。和也のおかげで会社をクビになってもこのマンションに住み続けられるのに、あんたは和也のことを一体何だと思っているのよ。あんたみたいな怠け者の嫁、見下り犯を突きつけられても文句は言えないわよ。もっと和也に感謝しなさい。こちらの話を一切聞こうともせず、和也の言うことだけを鵜呑みにして私を責め続ける義母。あまりにも不条理な現状に、私は肉体的に疲弊していただけでなく、精神的にも苛まれ、極限状態だった。その日の夜、私は意を決して夫に切り出した。和也、お願いだから真面目に就職活動をするか家事を手伝ってほしいの。週2日で5時間しか働いてないんだから、自分が散らかしたものを片付けるとか、洗濯物を畳むとか、簡単な家事なら和也にもできるでしょ。このままだと私おかしくなりそうだわ。すると和也はうんざりした様子で反論してきた。なんだよそれ。俺だってついこの間までお前以上に働いてたよ。偉そうに威張りやがって。だいたい家事は女がやるものだろ。なんで俺に押し付けようとするんだよ。母さんは仕事をしながら家事を完璧にこなして俺を育ててくれたぞ。母さんができていたんだからお前にだってできるはずだ。お母さんは今のあなたと同じように短時間のパートだったじゃない。私は正社員で1日8時間働いて副業もやっているのよ。時間が足りないの。義父が交通事故で亡くなった際、相手から数億円の賠償金を受け取っていたので、義実家は大黒柱の義父がいなくても経済的に困窮することはなかった。そのおかげで義母は短時間のパートでも和也を育て上げることができたのだ。それとお母さんに、私が結婚した後に会社をクビになって
短時間のパートなのに家事もやらないで遊んで暮らしてるって嘘をついているみたいね。そのせいで私、毎週お母さんに責められているのよ。いい加減にきちんと真実をお母さんに伝えてくれない？もう限界なのよ。私は和也に切々と訴えた。和也が会社を辞めてからの半年間、結婚生活を支えるため睡眠時間を削って懸命に働いてきた。そのせいで家事はおざなりになってしまったが、義母にあんな風にこっぴどく罵られるほど私は自分が怠けているとも思えなかった。私は和也に家事をすべて押し付けたかったわけじゃない。ただ肉体的にも精神的にも疲弊し、極限状態だった私の気持ちに寄り添ってほしかったのだ。義母に辛く当たられてることに和也も当然気づいているはずだ。義母に嘘をつくのではなく、正直に真実を告げて、この辛く苦しい状況を改善してほしかった。和也は私の言葉を聞くと、むくれた表情で立ち上がり、クローゼットからスーツケースを引っ張り出して、押し黙ったまま洋服やゲーム機を詰め込み始めた。私は予想外な和也の行動にあっけに取られてしまったが、気を取り直して「和也、何をしているの？」と尋ねた。しかし彼は無言を貫いていた。そして荷物を詰め終わった後、私に視線を向けるとこう言い放った。俺、しばらくの間この家を出ていくよ。お前に罵倒されながら家事を押し付けられるのはごめんだから。和也は言い終えると、放心している私を置いて出て行ってしまった。どうやら和也に私の思いは届かなかったようだ。きっと義実家へ行き、母親に慰めてもらうつもりだろう。私は心の底から呆れてしまい、思わず失笑してしまった。数時間後、眠気覚ましのコーヒーを片手に副業をこなしていると、スマホがけたたましく鳴り響いた。画面を確認すると、それは予想通り、義母からの着信だった。気は進まなかったが、電話に出ると、義母は音割れするほどのやかましい声で私を怒鳴りつけてきた。ちょっとあんた、休日出勤で疲れて帰ってきた和也を家から叩き出すなんてとんでもない鬼嫁ね。もうあんたみたいな女には私の可愛い和也は任せられないわ。あんたなんて和也に見捨てられたらもうおしまいよ。月収5万円でどうやって生きていくつもり？和也のことを大切にできないなら離婚してあの子を私に返してよ。義母は言いたいだけ言うと、私の話はろくに聞かずに電話をガチャリと切ってしまった。それにしても和也は一体いつまで義母に真実を隠すつもりなのだろうか。私は呆れながらも内心ほっとしていた。和也が出て行って一人きりになったので、私は自分のペースで好きなように生活できるのだ。和也がいない一人の生活はまさにパラダイスだった。無駄に部屋を散らかされることもないし、一人分の家事はあっという間に終わった。夕飯の献立も多少手を抜いても責められることはないし、何より和也がいないことで気持ちにゆとりができた。毎週
恒例の義母の訪問もなくなり、私は一人暮らしを謳歌していて、ふと気づくと、和也と一切関わらなくなってから1ヶ月が経とうとしていた。ある日曜日の午後、義母の訪問もなく、私はゆったりとした気持ちで休日を満喫していた。のんびりテレビを見ていると、突然義母から電話がかかってきた。せっかくの休日なのに水を差されたような気がして、私は不満に思ったが、仕方なく電話に出た。電話の向こうの義母は随分と上機嫌な様子で自慢げに語り出した。リサさん、ご無沙汰ね。ちょっと報告したいことがあるんだけど、実は私たち新築のタワマンにお引越しをしたのよ。主人が残してくれた家を売却したお金と貯金を頭金にして契約したの。どう？羨ましいでしょ？月収5万のあんたには縁のない話だと思うけど、私と和也はあんたと違って恵まれてるから。どうやら和也親子は義母の全財産をつぎ込み、新築のタワマンで暮らし始めたらしい。和也は相変わらず嘘をつき続けている様子だが、物件価格の大半を頭金で賄っていたとしても、和也の収入や義母の年金で住宅ローンを返済していくのはかなり難しいだろう。これからこの親子はどうやって生活するつもりだろうか。義母の話を聞いて私は不思議に思った。もしかして和也は私が支払ってくれると楽観視しているのだろうか。案の定義母はこう言った。和也があんたもそろそろ反省してるだろうから一緒に住まわせてやってくれって言うのよ。私は反対してるんだけど、あんたが今までの行いを心から反省して誠心誠意私たちに尽くすのなら置いてあげてもいいわよ。いえ、あなたたち親子と一緒に暮らすだなんて絶対に嫌です。お断りします。1ヶ月前にお母さんがおっしゃった通り、和也とは離婚します。私が迷うことなくきっぱりと宣言すると、義母は余裕そうな声色でこう言った。そうなの？せっかく和也が許してあげるって言ってくれてるのに、後で後悔しても知らないわよ。私も淡々と言い返した。後悔することは絶対にありません。それでは月収5万の息子さんによろしくお伝えください。失礼します。は？5万って？義母が何か言っていた気もするが、私は無視して電話を切った。和也にはほとほと愛想が尽きた。一刻も早くあの親子と縁を切りたい。私は1週間ほど前から離婚に向けて準備を進めていた。私の欄を埋めた離婚届は手元にある。タワマンに住みたければ勝手にすればいい。私にはもう関係のないことだ。その日の夜、和也から大量の着信があった。まだ離婚の話し合いができていないので、着信拒否はしなかったが、私は一切応じなかった。翌日、まだ空が薄暗い早朝から、和也は母親を引き連れて大騒ぎで自宅に戻ってきた。私が眠い目をこすりながらリビングに向かうと、二人は呆然と立ち尽くしていた。
住んでいたマンションは和也の名義で借りていたので、私も引っ越す予定で、ほとんどの荷物は新居に運び出した後だった。残った荷物はボストンバッグに詰めてまとめていた。こんなに朝早くから大きな音を立ててご近所さんに迷惑ですよ。あ、せっかくなので離婚届に記入をお願いします。私が淡々と告げると、和也は下を向いて押し黙ってしまった。義母はようやく真実を知らされたらしく、取り繕ったような笑みを浮かべると、やだ、リサさんたら、あのジョークを真に受けたの？あんなこと本気で言うわけないじゃない。ちょっと働きすぎておかしくなったのかしら？まあ、あまり気に病まない方がいいわ。せっかくタワマンを買ったんだし、これからは3人で仲良く暮らしましょう。と言い、和也も義母に続いた。そうだよ、離婚なんていきなり何を言い出すんだよ。母さんもリサを住まわせてくれるって言ってるんだから、素直になろうぜ。それに、お前がタワマンのローンを払わないと、母さんが大変なことになるんだぞ。お前、そんな冷酷な女じゃないよな。今まで散々私のことを虐げてきたくせに、謝罪の言葉もなく、なめ腐った態度を崩さない二人に、私は苛立ちを覚えた。うまいこと言いくるめれば、また私が奴隷のように自分たちのために働くだろうと本気で思っているようだ。私はまず和也に現実を思い知らせてやることにした。和也、あんたもしかしてどうにか言いくるめれば離婚は回避できるとか思ってる？もうあんたにはとっくのとうに愛想が尽きてるし、私にとって離婚以外の選択肢は存在しないから。それと先日あんたの元同僚に偶然お会いしたのよ。パワハラだのなんだの言っていたけど、実際は勤務中にゲームしてるのがバレて叱責されただけみたいね。私すっごく恥ずかしかったわ。もうあんたとは関わりたくもないし、一刻も早く縁を切りたいから、さっさと離婚届にサインしてくれる？ごねても無駄よ。裁判してでも絶対に離婚するから。私の剣幕に恐れをなしたのか、それとも返す言葉をなくしたのか、和也は言葉を発しなかった。すると義母が息子をかばうように私の前に立ち、まくし立ててきた。私の和也をいじめないで。そんなに意地悪ばかり言ってかわいそうじゃない。もう全部水に流して私のタワマンでまたゼロからやり直しましょう。私も応援するし、愛し合った二人ならきっとうまくいくから。ねえ、リサさん、お願いだから。義母は上目遣いでこちらを見つめてきたが、言っていることがもはや意味不明で、私には到底理解ができなかった。タワマンのローンは自分たちで払ってください。和也とは離婚しますし、私にはもう関係ありませんから。私は断言したが、義母は納得がいかない様子だった。気づけば朝日が昇っていて、和也と違い、私は仕事があるので身支度を始めた。その間も義母は私につきまとってぐだぐだと何かを言っていたが、私は相手にせず無視をしていた。そしてボストンバッグを持っていつもより早い時間に家を出た。その後住んでいたマンションには一切立ち入らず、
会社の近くにあるマンションで一人暮らしを始めた。1ヶ月後、私たちは離婚が成立した。和也がごねにごねまくったため、結局弁護士に間に入ってもらい、なんとか離婚することができた。義母が購入したタワマンはローンの返済ができず、入居して半年ほどで競売にかけられたらしい。自己破産した義母と月収5万の和也ではアパートを借りることもできず、今はネットカフェで暮らしているそうだ。一度だけ、お前の家に居候させてくれないかとふざけた連絡が来たが、きっぱりと断った。私は仕事をしながら一人暮らしを謳歌していた。副業はお休みして心身の回復に努めることにした。誰にも虐げられることのない穏やかな生活に私は満足している。私はこれからは自分が幸せになるために生きていくと心に決めたのであった。